これでわかるマリア・テレジア。神聖ローマ帝国の皇帝になったわけでもないのに、女帝と呼ばれたテレジア。外交革命と呼ばれる政治的に大きなことをした人、またマリー・アントワネットのお母さんとしてもよく知られていますね。さて、どんな人だったのでしょう。彼女の生涯を覗いてみましょう。1717年、ハプスブルク家のローマ皇帝カール6世と皇后エリザベート・クリスティーネの長女として生まれる。母譲りの美しい娘に育ちました。ハプスブルク家はサリカ法に基づく男系相続を定めていたため、テレジアは帝王学などは教えられず、ピアノや語学などを学んでいました。また、イエズス会の厳格なカトリックの家で、彼女も敬虔なクリスチャンになりました。父、カール6世には男の子がなかなか生まれず、世継ぎに苦労します。せっかく生まれた彼女の兄も亡くなってしまいました。そして1724年、カール6世は女子が家督相続をできるように制度を改変。そしてハプスブルク家の領地を分割するのを禁じると定めた国事証書を作り、周辺諸国に認めさせました。ただ、カール6世、この時点では男系相続を諦めたわけではありませんでした。娘が結婚して男子の孫ができることを期待しています。そしてテレジア、結婚するのですが、これがこの当時には珍しい恋愛結婚でした。たまたま親が勧めた人が亡くなって、その弟が初恋の人だったというなんともラッキーな展開。テレジアがその人に初めて会ったのはわずか6歳の時。カール6世の米面王としての戴冠式の時、家族を連れていたのですが、そこで2人は出会いました。フランツ・シュテファン・ファン・ロードリンゲン。この時フランツ15歳、テレジアとは9つ違いでした。フランツは顔立ちも整っていて、また社交性のある無邪気な性格。テレジアはもちろん家族にもすっかり気に入られていました。テレジアは9つ年上のお兄さんに憧れの気持ちを抱き、それが恋心へと変わっていきます。夜は彼のことを夢見、昼は女官たちに彼のことを話しているとイギリス大使の記録が残っているそうです。フランツはロートリンゲンという小国の公使。当時ものすごく大きな力を持っていたハプスブルク家の公女と結婚できるなんてとても嬉しいことでした。しかもお相手はあの可愛らしいテレジアです。ただ問題もありました。生まれ故郷のロートリンゲンを捨てなくてはならなかったのです。なぜかというと、もともとロートリンゲンはフランスと仲良しでした。フランスとハプスブルク家は宿敵の仲。フランスからしたら親しい隣人がハプスブルク家の跡取り娘と結婚するというのは脅威だったのです。そこでフランスのルイ15世は考えます。そうだ、フランスをロートリンゲンから追い払って自分の息のかかったものを置けばいい。ですが、ただで追い出すことはできないので、代わりにフランツはイタリア中部のトスカーナを与えられました。1736年、テレジアとフランツは結婚します。テレジアは子供を産みますが、カール6世の期待通りにはいかず、3人目まで女の子でした。そして1740年、テレジアの結婚から4年後、カール6世死去。テレジアは23歳でハプスブルク家の家督を相続しました。この時4人目の子供を解任していました。私は最後の日に至るまで誰よりも慈悲深い女王であり、必ず正義を守る国母でありたい。ただ女性で、しかも帝王学を学んだこともない彼女は周りに相手にしてもらえません。カール6世が認めさせたはずの国事証書なんてすっかり忘れられてしまったかのように、もはやハプスブルクは存在しないとフランス王が叫び、ザクセンとバイエルンが賛同。そしてオーストリアの領地をめぐって取り合いになります。オーストリア継承戦争。この時プロイセン王になったばかりのフリードリヒ2世が真っ先に動きました。プロイセン軍がオーストリアのシュレージェンに突入。オーストリアからしたら驚きでした。なぜかというと、プロイセンはハプスブルク家に恩があったのです。まだ貧しい公国に過ぎなかったプロイセンを王国に昇格してくれたのはテレジアの祖父レオポルド1世でした。ただそんなことなどお構いなしにフリードリヒ2世は攻めてきます。
ちなみにこの時フリードリヒ28歳、テレジア23歳でした。シュレーゼンは地下資源が豊富な工業地帯で、川もあり、緑豊かな農産地でもありました。プロイセン軍はフリードリヒ2世の父が磨き上げていて、すでに強力な軍が出来上がっていました。逆にオーストリアはドイツ人、イタリア人、チェコ人などの諸民族からなる混合部隊、統率が取れていませんでした。また何しろ広大な領地だったので、四方八方に国境があり、兵員が分かれていました。これをシュレーゼンに集めましたが、時間がかかって仕方ありません。そんな中、1741年3月、長男ヨーゼフ誕生。喜んだのもつかの間、翌月モルビッツの戦いでプロイセンが優勢、シュレーゼンを手に入れます。すると他の国も言いたいことを言い出し、プロイセンとバイエルン、フランス、スペイン、ザクセンなどが同盟を結びます。勝手にいろいろな条約を決められてしまいました。テレジアにはハンガリー女王の地位だけ認められました。6月にハンガリー女王として戴冠式をしています。同じ年、神聖ローマ皇帝の地位を狙うバイエルン選定公カール・アルブレヒトはオーストリアの一部とベーメンを占領。実はこの裏にはフランスも関わっていて、秘密条約を結んでフランスも一部派兵していたとか。そして彼が1742年、皇帝カール7世として選ばれました。バイエルンのヴィッテルスバッハ家としてはずっと夢見ていた神聖ローマ帝国の皇帝という地位を得てとても喜んでいました。これによって300年続いたハプスブルク家の世襲は一旦途絶えます。窮地に陥ったテレジアはハンガリーに赴き、軍資金と兵士を供給してほしいと懇願。この時幼いヨーゼフを抱き、この子を抱いた私を助けられるのはあなた方だけなのですと演説したと伝えられていますが、本当かどうかは分かっていません。ただテレジアの美しく力強い姿はハンガリーの人たちを動かしたのは事実で、我々は我が血と生命を女王に捧げると誓約し、オーストリアはハンガリーの兵力と軍資金を手に入れました。そして反撃に出たオーストリアはバイエルン・フランス連合軍を撃退。1745年、神聖ローマ皇帝に即位したバイエルンのカール7世はわずか3年弱の在位の後に病死します。さて、誰が次の皇帝に選ばれるかと話題に上がります。結局、元々のハプスブルク家に戻ることに。ただ、女性が皇帝にはなれないため、夫フランツが選ばれました。ただ実際にはフランツはお飾りで、実権を握っていたのはテレジア。フランツはそのことを気にしていなかったようです。彼は政治に対しては自信がなく、テレジアに任せていました。ですが、財政面では優れた能力があり、またそのことが国を維持していくことに重大な役割を持っていることを知っていました。そしてテレジアは女帝と呼ばれました。イギリスがハプスブルク家を支援。イギリスはもともとアメリカの植民地をめぐってフランスと争っていました。なのでフランスのライバルであるハプスブルク家と同盟関係にありました。敵の敵は味方ってやつですね。8年にわたってヨーロッパ各地で展開されてきた戦争ですが、1748年アーヘンの和訳で終局を迎えることになりました。シュレーゼンは取り戻すことができませんでしたが、テレジアのハプスブルク国家の継承が国際的に承認され、オーストリアはロンバルディアとネーデルランドを維持することができ、神聖ローマ皇帝位も確保しました。ですがテレジアはシュレーゼン奪回を諦めていませんでした。そして7年戦争に突入。シュレーゼンの住民たちはプロイセンの統治方針に反発していました。プロイセンの統治はこんな感じです。支配者は王である。住民は王の意志に逆らうことは許されない。王の命令に基づき、あらゆる人民はしかるべき税を負担せよ。今まで無税だった聖職者たちも税を払うことになります。聖職者が無税というのは、いい悪いは別として、この時の反発が大きかったのは想像できますね。内政革命。テレジアはハウクビッツ伯爵と出会います。シュレーゼン出身の小貴族で、プロイセンによる仕打ちに憤っていた人物。改革案をまとめ上げて提出されたものを夫フランツが見つけ、2人を合わせました。
その案にテレジアは感激して賛同します。そしてあれよあれよという間に女帝の最も信頼の厚い大臣に昇進。2人でやったのは租税制度の改革、行政権と裁判権の分割、軍隊の教育、病院の建設、小学校の設置など。そしてまた彼女にとって大きな改革だったのが教会に関わることです。敬虔なカトリック信者だったテレジアはローマ教皇を敬い礼を尽くしてきていました。ただ司教や司祭たちの日常生活は敬虔なものとは言えず、贅沢で自堕落なものに変わっていました。そしてテレジアはイエズス会の活動を制限し、無駄な儀式を廃止させ、また聖職者に対する多額の遺贈を禁じました。外交革命。テレジアがしたとても大きな革命です。なんと同盟国の相手を長年の友好国イギリスから宿敵フランスに転換。1750年からカウニッツが宰相になり、この計画を進めていきました。イギリス王ジョージ2世は出身地が北ドイツのハノーバでした。なので故郷プロイセンに侵害されるのではないかと恐れ、フリードリヒに接近したがっているという背景があり、カウニッツはイギリスに不信感を持っていました。オーストリアはまずロシアと手を組みます。ロシアのエリザベート女帝は大のフリードリヒ嫌いだったので、話はスムーズにいきました。ロシアはわかるとして宿敵フランスと組むなんてありえないとみんなが思いましたが、テレジアだけは別でした。ただルイ15世がすんなりうんと言ってくれるとは思えない。そこでカウニッツが目をつけたのが、ルイ15世に近く、また王に対して発言力のある寵妃ポンパドール夫人。彼女もまたフリードリヒ嫌いでした。女性蔑視のフリードリヒはいろいろな女性に嫌われていたようです。ルイ15世は政治よりも狩りや女性遊びに熱心なところがあり、政治に関してはポンパドール夫人が知恵を絞っていました。カウニッツはそこに目をつけます。そしてカウニッツ自らフランスのベルサイユ宮殿に潜り込みます。ベルサイユ宮殿はいろいろな国のスパイがいたので、他国に気づかれずにポンパドール夫人に近づくことは容易ではなかったのですが、うまくやってのけました。そして三国で同盟が結ばれます。これは女性3人だったために3枚のペチコート作戦と呼ばれました。これによってハプスブルグ家とブルボン家は仲良くなり、両家の縁組を一層強めるためにテレジアの娘マリー・アントワネットは嫁ぐことになったのでした。そもそもハプスブルグ家の家訓は、戦は他国にさせておけ、幸いなるオーストリアよ、汝は結婚せよでした。戦もしてますけどね。もともと子供たちは政治のカード、政略結婚で大きくなった一家でした。ただ溺愛していた四女は別で恋愛結婚させたみたいなので、ひいきもあったっぽいですね。話を元に戻すと、3枚のペチコート作戦によってプロイセンを追い込み、フリードリヒ2世は自殺も考えるほど劣勢に追い込まれていました。あと1ヶ月もすれば全面降伏というその時に、とんでもないことが起きてしまいました。このタイミングでロシアのエリザベータ女帝崩御。彼女の後を継いだのが甥のピョートル3世。なんとこの人は狂信的なフリードリヒ崇拝者。直ちにオーストリアとの同盟を破棄し、ロシア軍を撤退。オーストリア劣勢に追い込まれます。そしてシュレーゼンは永遠にプロイセンに帰属することが決定されました。さてテレジア、家庭ではどうだったかというと、さすが恋愛結婚しただけのことはあり、夫婦仲良かったようです。20年弱の間に16人の子供が生まれています。ほぼ常に妊婦さん状態。5男11女で成人したのは10人でした。フランツは他の女性に熱を上げていたこともあり、同じ食事の場にその人を呼んだりもしましたが、テレジアは黙認。それでも相変わらず夫婦仲は良かったとか。政治の方が忙しくてそこまで気にしていられなかったのかもしれませんが。1765年フランツ死去。テレジアは全く別人のように弱くなり、彼のところへ行きたいと願いましたが、カトリックでは自殺は固く禁じられているので、それも叶わず、礼拝堂で祈り続けていました。
持っていた服はすべて女官たちにあげてしまい、喪服を着て過ごしていました。ただ、ずっと落ち込んではいられない状況になります。フランツの後、息子ヨーゼフが即位したのですが、彼はなんとあの宿敵フリードリヒ2世にどんどん似てきます。啓蒙思想の影響を受けながら絶対主義の君主であろうともした啓蒙専制君主を目指し、テレジアと対立します。そしてヨーゼフがやったことがポーランド分割。ポーランド分割とは、ポーランドが隣接するロシア、プロイセン、オーストリアによって分割され、国家を消滅されたことです。フリードリヒ、ロシアのエカテリーナ、ヨーゼフで話が持ち上がります。テレジアは反対していました。この交渉は長年続き、ヨーゼフが亡くなって5年後の1795年に3度目の交渉でポーランドという国が一旦地図から消えています。1780年、テレジア63歳でこの世を去る。娘マリー・アントワネットの最後は知らずに旅立ちました。フリードリヒ2世はテレジアのことを、今のハプスブルク家では稀に見る才能の男が統治している。ところがそれが女性なのだ。と彼女を評したと言われています。ちなみにテレジアにたくさんの求婚話があった時にフリードリヒ2世の名前も挙がっていたとか。もし2人が結婚していたら歴史はどうなっていたんでしょうね。こちらの美しい肖像がテレジア11歳の時だそうです。目の色とドレスの色が一緒ですね。女帝と呼ばれた彼女。彼女自身は神聖ローマ帝国の皇帝に即位したことはなく、なったのは夫でしたが、周りから女帝と呼ばれるほど実権を握っていたということですね。恋愛結婚での幸せな生活を知りながらも、子供たちを政略結婚させたマリア・テレジア。彼女の中で葛藤もあったかもしれません。これもハプスブルク家の皇女として生まれてしまった宿命だったのかもしれませんね。さて、女帝マリア・テレジアいかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。